よし。なんか子守歌じゃないけど寝る前の雑談放送枠兼プログラミング勉強会みたいなやつです。多分何時くらいまでするかは分かりません。やっぱもうちょっとでかいディスプレイ欲しいな。 4K になったらちょっと 4K ディスプレイとかいうものを、試しに買ってみたので、ちょっといつ来るかわからないんだけど試しに買ってみたのでちょっと楽しみですね。ちょっといわゆる31.5インチみたいなやつをちょっと買ってみました。はい。で、何をするかというか、なんで30、そんなスペースが必要なのか僕にも分かりません分かりません。なんで必要なんだろう。なんか放送するとめちゃくちゃスペース必要だよね。まず放送画面に1個取られるし、なんかちょっと逆に 4K 画面になった放送はちょっとどうなるのかな。なんか見やすいところに置いておきたいと思うんだけど、でも見やすいってことは一番真ん中なんだけど、真ん中に置いちゃうと放送画面どういう風に作ろうかなとかはちょっと思ったりとかね。せめて4分割のあれ、なんかタイル化が必要にはなりますね。どうしようかな。なんかそうね、4分割さらには8分割のタイル化をして、とかで右下だけ放送画面にするとか、そんな感じのことをやればいけるかな、多分。やってみないと分かんないかもしれないですね。はい。画面は多少大きいので、多少なんだけど、多少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 かな。だいぶ大きいんだけど、2画面今、フル HD を横に並べて2画面で使ってるんですけど、それがどれくらい解消するのかっていうのは、使ってみないとわからないですけど、もっと本気でめちゃくちゃ40インチとかだったらちょっとさすがに机に乗らなさそうだったので31インチにしました。はい。なんで多分ね、ちょっと倍率上げないといけないんだよね。そうすると結局その4枚分のフル HD としては多分使えないから、3枚分くらいにはなってくれるかなぐらいをちょっとポジティブめに考えて、3枚分くらいになってくれたらもう1枚のフル HD を残しておいて使ったら結構いいんではっていう。多分そんな感じです。はい。ね
じゃあ前回やったところからやっていきましょう。何やろうかな。まず何やろうかなっていうか、下水やばい、しゃっくりが来ました。ゲスインゲームを多分作ってたんだよね。で、なんかここまで読みましたよね。てかまあ普通にそう入れてないそうです。はい。はい。これだけ書いたコードが、多分これだね。これと一緒だね。で、これの説明を読みましたと。で、バリューを取ってきて、で、ミュータボーなゲスに入れて、で、std からリードラインしてきて、で、なんかその例外処理みたいなの、なんか例外を多分じゃなくて、このリードラインが返すので、まあ、その例外をエクスペクトっていうのになんか落としてる感じなんでしょうね。なんかエラーだったらこれで落ちるみたいな、多分あんまり使わない関数かなと、しょっちゅうは使わない関数かなと。で最後にゲスを出力すると、なんか感じでした。で確かラストなんだっけ、ランするコマンドがあって、カーゴランでよかったかな。これでなんか Q とかをしたら、はい、こんな感じに出力されるという状態になってましたというのが前回ですね。はあ。で、まあ次にシークレットナンバーを、まあ、生成しないといけないと、その話ですね。さらっと読んでいきましょう。Next, we need to generate a secret number that the user will try to guess. The secret number should be different every time, so the game is fun to play more than once. Let's use a random number between 1 and 100, so the game isn't too difficult. Rust doesn't yet include random number functionality in its standard library. However, the Rust team does provide a rand create. クレイトだね。はあ。標準ライブラリでない。マジか。そうなんだ。
これでも、これ、マルチプラットフォーム対応とかしてるのかな、これで。まあそういうことになる。それともなんか、あれかな、その乱数はないけど、なんかランダムっぽい何かを取ってくるのは標準にあるみたいな。リブ C にデペンドしてんのか。はーん。はーん。なるほど。だからリブ C に頼ってるから、まあ、その C のところに、Linux だったらわかるけど、まあでも、リブ C は別にどんなコンパイラでも実装しているはずだから、まあ問題ないっていうことでしょうね。C のコンパイラさえあれば。てかラストのコンパイルするときに裏で C のコンパイラも動くのか。なるほど。これは C ですね。拡張 C ですね。C++ の次みたいな感じですね。次。はい。using a crate to get more functionality. Remember the crate is a collection of Rust source code files. The project we've been building is binary crate, which is an executable. The round crate is a library crate, which contains code intended to be used in other programs. Cargo's use of external crate is where it really shines. Before we can write code that uses rand, we need to modify the cargo.toml file to include the rand crate as a dependency. Open the file now and add the following line to the button beneath the dependency section header that cargo created for you. ここにランドこれ手で書くの？In the cargo.toml file, everything that follows a header is part of a section that continues until another section starts. The dependencies section is where you tell cargo which external creatives your project depends on and which version of these creatives you require. In this case, we will specify the run crate with the semantic version specifier 0.5.5. Carg understands semantic versioning, sometimes called semvar, which is standard for writing version numbers. The number 0.5.5 is actually shorthand for その HAT ね which means any version that has a public API compatible with version 0.5.5 じゃあ多分この一番下は変わるというかまあ5以上みたいな意味合いでしかないのかな。Now, without changing any of the code, let's build a project as shown in listing 2.22. カーゴビルドしてみると、わお
何も起きなかった。あ、保存してないのか。保存してからカーゴビルドすると creates.io index。まずクリエイトタッチのインデキシングを行うんですね。多分初めてだからちょっと時間かかってるかな。You may see different version of numbers, but they will all be compatible with the code thanks to SymBar. Different lines depending on the operating system, and the lines may be in a different order. 4つ。さっきディペンデンシーズに、ランド自体のディペンデンシーに入ってたやつが表示されてますね。Now that we have an external ちょっと待って、ランドの自体のバージョン 0.5.6 が入りましたね。これランドの今のバージョンは何なのかも 0.8.3 になってるけど、そういうことですね。0系なのでパッチバージョン上げられないのかな、多分。パッチバージョンじゃない、マイナーバージョン。Now that we have an external dependency, Cargo fetches the latest version of everything from the registry, which is a copy of data from creates.io. Creates.io is where people in the Rust ecosystem post their open source Rust project for others to use. After updating the registry, Cargo checks their dependency section and downloads any credits you don't have yet. In this case, although we only listed round as a dependency, Cargo also grabbed the libc and round core because round depends on these to work. After downloading the credits, Rust compiles them and then compiles their project with their dependencies available. If we immediately run the Cargo build again without making any changes, you won't get any output aside from the finished line. なるほど。すでにあるからね。Cargo knows it has already downloaded and compiled the dependencies, and you haven't changed anything about them in a cargo.toml file. Cargo also knows that you haven't changed anything about your code, so it doesn't recompile that either. With nothing to do, it simply exists. If you open up the source main.rs file, make a trivial change, and then save it and build again, you will only see 2 lines of output. もうこれはコンパイルしただけってこと。These lines show Cargo only updates the build with your tiny changes to the source main file. Your dependencies haven't changed, so Cargo knows it can reuse what it has already downloaded and compiled for this. It just rebuilds your part of the code. これはメイクファイルとか書いてれば、はい。Cargoとかがまさにそのビルディングシステムのあとディペンデンシーとかそのあたりを管理する機能を持ってるってことでね。ほぼカーゴなしじゃ書けないよね。まともに書ける方が思いつかない。もちろん C みたいにラスト C だけ使ってであとは OS のパッケージマネージャーとかを使うことももちろんできるんだろうね。Ensuring reproducible build with the Cargo log file. Cargo has a mechanism that ensures you can rebuild the same artifact every time you or anyone else builds your code. Cargo will use only the version of the dependencies you specified until you indicate otherwise.
For example, what happens if next week version 0.5.6 of the run created comes out and contains an important bug fix, but also contains a regulation that will break your code? The answer to this problem is cargo.log file, which was created the first time you run cargo build and show now in your guessing game directory. When you build a project for the first time, cargo will figure out all the version of the dependencies that fits the criteria and then writes them to the cargo.log file. When you build your project in the future, cargo will see that the cargo.log file exists and use the version specified there rather than doing all the work of figuring out versions again. This lets you have a reproducible build automatically. In other words, your project will remain at 0.5.5 until you explicitly upgrade thanks to the cargo.log file. まあ、はい。Python、これは JS とか書いてればあるやつですね。まあ、最近の依存パッケージ管理ツールには必ずありますね。なのでこれも一緒に Git にあげましょうってことですね。はい。Updating a crate to get a new version. When you do want to update a crate, Cargo provides another command update, which will ignore the cargo.log file and figure out all the latest versions that fit your specification in cargo.toml. If that works, Cargo will write this version to the cargo.log file. But by default, Cargo will only look for versions greater than 0.5.5 and less than 0.6.0. If the run crate has released two new versions, 0.5.6 and 0.6.0, you would see the following if you run cargo update. はい。At this point, you would also notice a change in your cargo.log file, noting that the version of the run crate you are now using is 0.5.6. ああ、なるほど。If we wanted to use around the version 0.6.0 or any version in the 0.6.x series, you'd have to update the cargo.toml file to look like this instead. はい。書き換えないといけないのか。これなんか自動でできる方法ないのかな。The next time you run cargo build, cargo will update the registry of credits available and reevaluate your random requirement according to the new version you specified. There's a lot more to say about cargo and its ecosystem, which we will discuss in chapter 14. But for now, that's all you need to know. Cargo makes it very easy to reuse libraries, so Rustaceans are able to write smaller projects that are assembled from a number of packages. はい。Generating a random number. Now that you've added the run crate to cargo.toml, let's start using the run. The next step is to update source main.rs as shown as listing to 3. はい。use land rng で使ってねえよって言われてますね。一番上にシークレットナンバーっていうのを作ってます。これコンストですね。あ、この変数名もあれか、アンダーバー使うんだ。レッドランド出てますね。もういいですね。で、レッドランド
lazily initialize the thread local random number generator。 なるほど。ジェネレーターを返す。Sealed by the system needed to be used in method chaining style。 で1と101あれこれ RNG じゃなくてこれじゃないの？ここにシークレットナンバーの値を入れる。何か文句あります？ないね。はい。怒られた。やっぱここランドで合ってるのか。そりゃそうだよね。合ってるんだよね。怒られてるように見えるんだけど、多分なんかあるのかな。RLS アップデート。SLS をリスタートした。これ起こった。なんか RLS のリスタートが必要っぽいですね。そのトムルを変えたときは。で、するとコンパイルが走る。で、88みたいな適当な数字が、はい、ファイルになりましたね。OK。で、いい感じ。じゃあ、ちょっとね、first we added a use line. use。これね。これさ、なんか std の時は IO だったけど、なんかここは RNG じゃないんだね。ここなんかどういう書き方をすればいいんだろう。トレイトっていうのがあるのか。はーん。
のトレイトっていうのがなんかネームスペース的な感じになってるのかな。でそれをユーズしてるので、スレッド RNGよくわかんないな。これで IO が使えて、First, we added our use line, use run the RNG. The RNG trait 出たトレイト。早速言われた。Defines method that random number generators implement. And this trait must be in scope for us to use these methods. Chapter 10 will cover trait in detail. なんか多分このレンジの関数を直接呼んでるけど、ここでなんか本来は RNG を指定しないといけないのかな。Next, we are adding two lines in the middle. The round thread RNG function will give us the particular random number generator that we are going to use. One that is local to the current thread of execution and seeded by the operating system. Current thread of execution and seeded by the operating system. はあ、そうなんだ。でここはだからなんか結構セキュアなやつが使われるのかな。デブ U ランダム的なところから。Then we call the gen range method on the random number generator. This method is defined by the RNG trait that we brought into scope with the use run RNG statement. やっぱりそうだね。この関数を呼ぶのにユーズが必要なんだね。The gen range method takes two numbers as arguments and generates a random number between them. It's inclusive on the lower bound, but exclusive on the upper bound. So we need to specify 1 and 101 to request a number between 1 and 100. You won't just know which trait to use and which methods and functions to call from the crate. そうだよね。Instructions for using the crate are in each crate documentation. まあそうだろうけど。Another neat feature of Cargo is that you can run the Cargo doc open command, which will build documentation provided by all of your dependencies locally and open it in your browser. これ便利だね。すごいな。ドキュメントを生成して、すごい。今ちょっと右で開かれたので。はい。これ何？これ自分のあれだよね。だからこれでランド選んで、違う。ランド選んだら、ランドのドキュメントが中に入ってると。自分自身の多分コメントとかもドキュメンティングしてくれるってことで、多分 Go のなんかすごい簡素だけど、なんかめちゃくちゃこれリッチだね。すごいね。
feel interested in other functionality in the run grid. For example, run the cargo dock open and click run in the sidebar on the left. The second line that we added to the middle of the code prints the second secret number. This is useful while we're developing the program to be able to test it. But we'll delete it from the final version. It's not much of a game if a program prints the answer as soon as it starts. Try running the program a few times. はい、もう見ましたね。次。Compiling the guess to the secret number. Now that we have user input and a random number, we can compare them. That step is shown in Listen to 4. Note that this code won't compile quite yet. この子いるからね。コンパイルできませんくん。As we will explain. なぜか。知らない。何これ。guess.cmp この stdcmp 型が違うからじゃない。stdcmp source secret number 違うな。これ何 ?cmp 何と比較してんのこれ。マッチ何これ。マッチって何この構文。スイッチ的なやつか。すっごいな。なんか、すごいな。分厚い。The first now bit here is another use statement. これか。comp ordering. Bringing a type called std comp ordering into the scope of the standard library like result. Ordering is another enum, but the variants for ordering are less, greater, and equal. These are three outcomes that are possible when you compute two values. Then we add 5 new lines at the bottom that use the ordering type. The CMP method compares two values and can be called on anything that can be compared. It takes a reference to whatever you want to compare with. Here it's comparing the guess to the secret number. guess ドットのコンプなのか。なるほど。これドットでこんな突拍子もないものにドットつけて呼べるのか。だからネームスペースが必要なんだね。そうか。だからさっきあれか。もしかしてなんか D とかもこんな感じだったような気もしなくはないな。第一引数の代わりにドットを使えるっていう。D 言語です。D 言語。どこまで読んだっけ。これですね。The new returns a variance of ordering enum we brought into scope with a use statement. We use a match expression. これね、これ多分セレクト的な、スイッチ的なやつですね。すぐゴーファーはセレクトとか言い始めます。
イッチ文ですね。そのまま値を返したりできるっぽい。というか値を書くのか、そこには。値というか、まあ式が書けるのか。値取り出せるのかな。To decide what to do next based on which variance of ordering was returned from the call to comp with the values in guess and the secret number. A match expression is made up of the arms. An arm consists of a pattern and the code that should be run if the value given to the beginning of the match expression fits the arm's pattern. First takes the value given to match and looks through each arm's pattern in turn. The match construct and patterns are powerful features in Rust that let you express a variety of situations your code might encounter and make sure that you handle them all. These features will be covered in detail in Chapter 6 and Chapter 18, respectively. Let's walk through an example of what would happen with the match expression used here. Say that the user has guessed 50 and the randomly generated secret number this time is 38. When the code compares the 50 to 38, the simply method will return ordering greater because 50 is greater than 38. The match expression gets the ordering greater value and starts taking the arms pattern. It looks out the first arms pattern. Blah 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 blah. So another one in arms and move to the next arm, the next pattern, and then greater the number. Hi. Execute bring to the screen the expression ends because it has no need to look at the last arm in this scenario. I ever the code in this thing for one compile yet. Let's try it. じゃあまあ一応これに合わせて書いてみますか。まあこの最後だね。ゲスト分かった後、マッチでゲストと CMP っていう関数があって、シークレットナンバーのこれアドレスというかまあ参照を渡してるのかな。この型で怒られてるんだよね。これはもうビムが怒ってくれてるけど、まあちょっとせっかくなのでちゃんとまあランビルドするとどう、まあ、ビルドとラン多分一緒だよね。同じやつを出してね。あ、なんか全然違うところで怒られてる写経をミスったか
今日ミスりました。あ、このカンマが足りてなかった。カンマじゃない、コロン。そうするとまだなんかおかしいな。ああ、それじゃないんだ。なるほど。これがカンマになるっぽい。で、オーダリングのインポートがいって、std の cp のオーダリングですね。あ、すいません。これでいいかな。はい。これで残りはこの型エラーだけになったね。文字列が来るはずなのにインテズが来たよって言ってる。まあそれはなんかゲスの方が文字列なので文字列と比較してようとしてるからですね。多分そんなことをなんか書いてるんだと思います。ちなみにランドが返してるのは i32 というやつらしいです。32ビットなのか。はい。というわけで、数字に、実数に実数ちょっとなんか、違和感あるけど、その表現は。リアルナンバーは。はい。どうやって変換するのかというと、ゲスのところをこれさ変数名かぶってるけどまあ32としてやってこれオート的なやつ多分あるんだろうねまあゲスをトリムしてホワイトスペースを消してパースパースで他のタイプにする。この関数の方側が型推論されるの。パないのでエクスペクトしてダメだったら死ぬと。タイプラナンバーと。はい。これすると型がまあ正常になって、まあなんか H とか押すとプリーズタイプナンバーでパースイントエラーが発生します。すごいなこれ。
なるほど。変数の方の型だけ教えてあげれば、こっち側から、じゃあこれはイントのパースの関数呼ぶってことだろうみたいなことをコンパイラーがインファーしてくる。ちょっと気持ち悪いというか関数型っぽいというのか。関数型関係ないか。型推論強いね。これここに移動すると、まあ、数字を打つとトゥースモールとで85とかだとキュービックになって96ちょうどだと U ウィンが出ると。はい、一応動きましたね。そう同じゲスだけど大丈夫なの。まあ上書きしちゃうけど、まあ、前回のバリューを、まあ、シャドウしちゃうと。We bind guess to the expression guess string parse. The guess in the expression refers to the original guess that was string with the input in it. The tree method on a string instance will limit any white space at the beginning and the end. Although U32 can contain only numerical characters, the user must press enter to specify a read line. When the user presses enter, a new line character is added to the string. For example, if the user type 5 and press そうだね。The parse method on the string passes the string into some kind of number. Because this method can parse a variety of number types, you need to tell Rust the exact number type we want by using the let guess U32. The colon after guess tells colon guess そうこれ型の指定ですね。As the few built-in number types, the U32 seen here is an unsigned 32-bit integer. It's a good default choice for a small positive number. You will learn about other number types in chapter 3. Additionally, the U32 annotation in this example program and the comparison with the secret number means that Rust will infer that secret number should be a U32 as well. Secret number. えマジか。So now the comparison will be between two values of the same type. そういうことが、まあ、ゲスが、U32 なので、ここの引数が32っていうことがインファされるってことですね。The call to parse could easily cause an error if, for example, the string contains a there will be no way to convert that to a number because it might fail. The parse method returns a result type much as the readline method does. Discussed earlier in heading potential failure within the result type. We will treat this result
the same way by using the expect method again. If parse returns an error result variant because it couldn't create a number from the string, the expect call will crash the game and bring the message as we give it. If parse can successfully convert the string to a number, it will return to the OK variant of the result, and expect will return the number that we want from the OK value. はい。まあ、試してみましたね。動きましたよと。で、まあ、もうほぼゲームはできたんだけど、まあ、1回しかできないからループを入れましょうと。ループキーワード、そんなのがある。なるほど。ここをループというのを入れて、コンプしてあげると、これやばいな。レッドマットを入れてあげないとまずくない？だってこれいけるのか？これコンパイルできるのか？どうなってんだよ。あ、だよね。2回目はダメだよね。だって、2回目はナンバーになってるもんね。これややこしいね。なんか。コンパイル通っちゃうんだ、これ。シャドーイングやばくね？シャドーイングやばいな。これ当然ここに入れてあげないと厳しいよ。そりゃ厳しいわ。なかなかやばいな。なるほど。まあこれでループして動きますと。まあコントロール C で終わりますよと。ミスった。変なとこに飛んじゃった。どこだっけ？パースディスカッション。あ、生じゃないやつ。さっきやったやつね。空欄とか入れたらついに止まりました。クイットとか打っても何でも止まります。正解だったらコレクトしたいのってことでここでブレイクします。で、複数にするときはこうやってブレイクを挟んであげると、46。はい、これで終了しますと。
プログラムを落とさないように、パースの仕方をちゃんとエクスペクトとか乱暴なやり方じゃなくて、しっかりエラー処理してあげましょうと。これすごいな。こんなのいけるのか。なんだこれ。これどう何やってんだ。エクスペクトを、これマッチエクスプレッションになるのか。見落としてた。ここにマッチを書いてる。なるほど。で、パースの結果を、OK、num だったら num に入れて、num 自体を返して、エラーだったら、どんなエラーであろうが、continue と、返す。continue するんだよね。実行するんだよね、多分ね。間違えた。これで、なんか変なやつを押しても、次になって、はい。これだったらコントロール C でしか読めれなくなりましたね。はいはいはい。分かってきたね。コンプじゃないよ、間違えた。マッチの使い方分かってきた。実質スイッチかな。OK の enum が返って、多分、なんか enum なんだけど、なんか中に値が入ってるんだよね。おそらく。はい。はい。終わり。じゃあ次回は今日はね、ここぐらいにしたいと思います。最後に、このシークレットナンバーの出力を消して、完成にしましょうという話ですね。ほぼ50だね。49だった。100ログログ200は7かな。そうだね、7回で絶対決着する。7回かな。1、2、3、4。7回ですね。最悪パターンですね。
やっと、普通の、次回から、一般的なプログラミングのコンセプト、がラストでどうなってるかっていうのを見ていくという感じっぽいですね。はい。今回はただのチュートリアル回みたいな感じですっぽいですね。まずそこをさらっとやって、はい。まだなので、そこはもう次回1回ぐらいで終わらしたいかな。厳しいかな。時間にもよるよね。こんな夜とかだったらちょっと厳しいかも。この辺フューチャーユースにトライか。はあ、これ書けばなんか使える。なるほど。マッチという関数使える。でも結局コールにも必要だからどうなんだろう。ああ、そういうことか。後で予約後になっちゃったみたいなパターンに対応するのに必要ってことか。なるほどね。はい。というわけで本日はここまでにして次回この辺からやっていきたいと思います。あ、ミュータボの説明とかちゃんとあるんですね。なんかすごい丁寧に書かれてるけど、できたらさらっとやっていきたいなと思います。というわけで、見てくれた方々ありがとうございました。お疲れ様です。